はい、魚座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は11月後半の全体運を星の補足説明しながらタロットリーディング引いてみたいと思います。お願いします。早速いきますね。はい、では行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ペンタクルスナイト逆、ペンタクルス5、カップ4逆、フール逆、ワンドページ逆、ワンド10逆、ワンド9、はい。対策はカップクイーンとエンペラーと、そしてオラクルはワンドエースです。はい、ちょっと見ていきましょう。ちょっと星のこと先にお話しさせてください。もう11月末やっと来ましたねっていう感じで、まず11月の末の中では11月16日が満月になります。でこの満月は牡牛座で起こる満月なんですけれども、非常にどっしりとした物質的なエネルギー年みたいな感じで、何かを蓄えていくよとか守っていくよみたいな、そういったエネルギーが強い満月ではあるんですが、ただね、魚座の皆さんにとっては自分の中にあったアイディアとか考えとか、それに関して何かカチッと揃うみたいなことがあるかもしれません。前々から考えていたんだけれども、やっぱりこうだみたいな、何かそういう想念とか思考に関しての答えが出やすいかもしれませんね。満月っていうのは基本的にはすごく揺さぶられやすい時なんですが、揺さぶられるからこそ極限まで行って答えが出るみたいな、なんかそんなこともあるかもしれません。いろいろ迷っていたけどやっぱこうだみたいな感じかもしれませんね。何かをやっていくんだ、こう決めたみたいな風になるかもしれません。そしてやはり11月20日からね、冥王星が水亀座に入るということで、魚座の皆さんは直接的にはあまり感じないかもしれませんが、もう大きな大きな流れの中で言ったら、もう本当にお疲れ様でしたっていう感じでカルマが終わるというかね、もう直接的な、苦しみやカルマっていうものからようやく抜けていくなみたいな、そういうタイミングというか流れなんですよね。ここからなので、ある意味ここまでの間にいろんなことを経験しましたよねとか、いろんな人生のいろんな節目があったなっていう感じです。ここから先っていうのはそんなに大きなね、もう人生ガラッと変わるってゴロッと変わるみたいな、そこまでの大きなものはなくて、整えていくよとか、なだらかになっていくよみたいな感じの流れなんです。もちろんまだ土星というね、もう少し忍耐が必要ですねっていう星もまだあるので、いきなり何かが全て解決するとかではないとは思いますが、ただ魂の奇跡として持ってきたものとか、何か強い、なんか因縁的なものとか、家系のカルマだったりとか、そういったものっていうものがもうここで終わるというか解き放たれるんだみたいな感じがあるので、これは見えないものですけど随分水面下では変わるなっていう感じがしましたので、お疲れ様でしたという感じがしたんです。そして11月22日から社会運っていうのがね、また広がってきますので、それまでも決して悪いわけではないんですけれども、22日まではなんだか思考とか情報とか、どうしたらたどり着くかなとかって、そういった方法とか戦略とかを考えるのがすごく適してまして、自分も実際遠くまで行ってみるとか、ルーティン外れてみるとか、そうやって自分の精神的な可能性を上げていってる時なんですね。で22日以降っていうのが、それを使って現実的な社会において何かを作り出していきましょうとか、表現していきましょうみたいになってきます。でちょっと先の話になりますが、11月26日から12月16日までっていうのが水星が逆行するんですね。でこの水星っていうのは魚座さんにとっては社会とか仕事っていうところで影響するので、何か進めていたプロジェクトをもう一回見直ししましょうとか、仕事はすごくなんか広がりそうな雰囲気なんだけど、何かをもうちょっと直さなきゃいけないとか、ちょっと戻って何かをしましょうねとか、情報のやり取りっていうのがちょっと注意な時なので、そういうのもあるかなっていうぐらいです。でそれを踏まえた上でのカードなんですが、この11月後半でっていう形で見たら、11月の後半自体は感情的にはね、そんなに
満足してないっていう感じがあるんです。そんなにもうウッキウキに楽しいみたいな感じではないんですよね。ちょっと前まであれなんかいいことあったんですかみたいなぐらいすごく楽しそうでしたけど、今は非常に落ち着いてるというか、むしろ落ち着いてるって自体は落ち着いているんですけれども、なんだか物事が進むのが遅すぎて、それに対して不安に思い始めているみたいな感じもあります。この調子で大丈夫なのみたいなとか、本当にたどり着けるのみたいな感じかもしれませんね。要するに行き先とか方向性っていうのはなんとなくご自身でも見えているけれども、そこに至っている、着実に進んでいるという感覚が自分の中でないがゆえに、なんとなく焦っていたり、なんとなくもうやっぱりなしにしようかなみたいに思いたくなるみたいな感じかもしれません。でその原因となるものがやはりね、これ本当に今学びの時なのでね、もう行ったり来たりしながらなんですけれども、本当に自分にその力があるんだよっていうことを本当に信じなければいけないんです。これ簡単じゃないからこそ学びなんですけど、それを学べるように宇宙はいろんなものを展開してくれてるっていう感じね。なので何があっても絶対に自分の力を信じるみたいにすると、そこからいくらでも出口や解決策や方法っていうのは見えてくるようなんですけど、今ちょっとそれが見えにくくなっているのかなっていう感じがします。だからこそもうなんかいいやみたいな、もうなるようになるみたいな感じ、ちょっとお手上げ状態というか、自分で進めていく気力もちょっと下がってきたみたいな感じがありますが、でも大丈夫です。こっからまたワンドっていうことで、もう情熱はまたちょっとずつ復活してきます。なので少しここまでっていうのは、いわゆる感情的な喜びが少なかったって感じがするんですよね。やることも分かってる、進むことも分かってるし、それ何すればいいかも分かってるんだけど、やっぱり人って愛情とか優しさとかそういったものがないと頑張れないみたいなところってありますよね。なんかそこが少し欠けていたみたいな、もうちょっと自分を喜ぶ時間が短かったってことなんですよね、要するに。なので意識的に自分を喜ばせる方法を自分で見つけてください。もうこれをしたら私嬉しいんだっていう瞬間をたくさん作るっていうことですね。やったーとか嬉しいとか、もう安心とか、そういうなんかはーっていう力が抜けるような時間っていうものが必要な感じがします今。これからも必要です。ただね、自分が何をするからっていうことではなくても、なんだか急に今日は気分がいいぞとか、なんか今日は人からいいことばっかり言われるなみたいな日もあるじゃないですか。だからちゃんと整っていくんだろうなとは思います。でこのワンドっていうのはすごくこの情熱とか、やっぱり自分の日常をね整えていく力っていうのは十分に与えられてますっていうふうに言われています。でちょっと話戻るようですが、前回の動画で11月の4日から火星が獅子座に入ることによって魚座さんは健康をしっかり保っていけますねとか、生活をちゃんと作っていけますねっていうふうに言ったんですけど、この火星の動きっていうのは実は2025年の6月まであるんですね。この約7ヶ月の時間をかけて自分の生活や自分の働き方や健康っていうものをしっかり整えていくよっていう、それに対して宇宙は応援するよっていう時なので、なんかそれがカードでも出てるなっていうふうに思ったんです。なのでもちろん途中でちょっと疲れたりとかそういうのはあったとしても、ちゃんと生活を整えていくんだ、基盤を作っていくんだっていうことに関して自分の意思があればそうなっていくっていう、宇宙もそれを応援してますっていう状態です。でそこにちゃんと向き合っていくみたいで、ちゃんとなんか、この方向でやっていこうと思ってますっていうものがある感じがするんですね。そして少しずつですけれども、まだまだちょっとこわごわですけれども、ちょっとそのこと調べてみようかなみたいな。例えばもし引っ越ししたいと思ってる人だったら、ちょっと引っ越し先のことちゃんと探してみようかなとか、違う不動産屋さんも見てみようかなとか、そういう具体的な動きが出てきそうです。でそうやって具体的な動きで動き始めると、やっぱり今やってる仕事もあるしとか、今やってるこの役割もある上でそのことやるのしんどいなみたいな感じで、ちょっと私から見ると逆位置ですけども、もうこのしんどさを手放してしまいたいみたいな、もうなんかこれ以上無理して頑張るのは嫌だみたいな感じがあります。でその後がね、やっぱりバンドのまた9ということで、
自分ができることはここまでなんだっていうことを自分でしっかりと把握した上でやることをやって、あとはもうタイミングを待つとかね、もう調べましたから、いろいろさっきの引っ越しの例で言うならば十分調べたし、もうここがいいって決まったし、あとはそこが開くのを待つだけみたいな感じで、何か手を打った上で待つんだなって感じがあります。やっぱりね、日常生活やっぱこなしていかなきゃいけないので、健康にしても何でもね、そのコツコツとしたエネルギーを維持しつつ、何かこう新しいことをやっていくっていうのが、もちろん誰だってしんどいですよね、それは。でもそれを頑張ろうとしてるんだなっていうのがよく出ています。そしてやっぱりトータル的なメッセージとしてですね、オラクルがワンドのエースなので、もし感情がついていなかったとしても、もし体力がついてこなかったとしても、エネルギーとしては与えられていますっていうふうに言われてるんですね。宇宙はエネルギーとしては今新しく進めるように応援してるよとか、何かをやっていくっていうその情熱がちゃんとね、もう一回再熱するように応援してるよみたいなエネルギーが届いているということです。そしてオラクルじゃなくて対策もですね、カップのクイーンにエンペラーということで、非常に魚座の皆さんの本当の力を信じてくれてる人もいるし、本当に優しい気持ちでサポートしてる、応援してくれてる、見守ってくれてる人もいるよということで、なんとなくさっき言ったその感情的な満足感みたいなのがちょっと少なかったとしても、ちゃんとなんか外側からね、守られてるよって感じがしたんです。なんかこう例えば人間関係においても、誰かにすごく嬉しいことを言われたり、こう褒めてもらったり認めてもらうことによってはーって思う、それだけじゃなくって、環境的に大きな流れの中で今宇宙は魚田さんを見守ってるからねみたいな、すごく力強いお父さんとお母さんの愛情を感じたって感じがしたんですよね、これは。なので自分では今できることをしっかりやっていこうっていうような感じです。ちょっとこれを踏まれた上でですね、仕事のことを見させてください。ソードの4ですね。カップ9。節制ということで非常にいいです。気持ち的にはちょっと仕事のことを保留にしたいとか、ちょっとそれを置いといてなんか違うことに対して整えたいんだっていう気持ちあるかもしれないんですけど、お仕事なんていうかな、仕事を通してめちゃくちゃいい喜び感じられるみたいなんですよ。さっきちょっと枯渇していた喜びの気持ちっていうのが仕事を通して出てくるよって感じで言われてます。ちょっと休みたい気持ちあるんですよね。今仕事になんか全力注げませんとか、なんかちょっと仕事休みたいんですっていう気持ちあると思うんですけど、休んでもいいと思いますよ。ただ今の職場や仕事として関係している人の中からものすごくいい申し出があったり、自分が行きたいと思っていることにつながるようなきっかけがあったりして、非常にバランスも取れるし、感情的にものすごく満たされるから、仕事はぜひ携わっててほしいなっていう気がします。で、今仕事ありませんっていう方もですね、これが自分の仕事だと思ったらそれは仕事になるので、日常のささやかなことでも何か役割としてこなすことにもうそれは嫌なんだと思ってるかもしれないけど、やっていたら思わぬ喜びがそこにあるよっていうメッセージでした。そして思わぬ自分の特技も披露できるっていう感じがします、そこで。はい。ちょっと人間関係見てみますね。恋愛に関してはまた別途取りますので、一般的な関係性ということで見ていきます。カップのページ、カップ6、タワー逆ということ、タワーということで、人間関係に関してはすごくやっぱりさっきも言ったような、自分をすごく見守ってくれてる人とか応援してくれてる人いますよっていうふうに言われてるんですね。ただ何かしらの関係性っていうのは一つ終えなきゃいけなかったりとか、何かちょっとインパクトの強い関係性があるんだなって感じがするんです。ちょっとこの人との関係どうしようかなみたいな思ってる人がいるのかなと思うんですね。それに対して自分なりになんか決着をつけられるというか、自分なりにそれをちゃんと直視する勇気が持てるって感じがします。これはなんか怖いんだけどどうなるんだろうどうしようとかじゃなくて、もうここでもね、なんか自分の中でちゃんと
一瞬なんか開き直りのようなものはありますが、ここからまた自分の中でエネルギー湧いてきてるわけです。そして自分のできることをやっていくってなった時に、やっぱ関係性においてもこの先どうなるんだろうみたいなことではなくて、どのような関係になろうともこの人から得たものやこの人との関係の中で感じた体験っていうのは自分にとっての宝物だみたいな、そしてこれを経験できた自分は何だってやっていけるみたいな、そういったすごく強いものとして使えそうなんですね。だからとても強いインパクトのある関係性っていうのがあるんだろうなと思います。でもそれはそれでまた別ですごく優しくしてくれる人、心が和む人、なんか感情をシェアできる人っていうのがいるなって感じがするので、バランスうまくとってやっていってもらえるかなと思いました。でいいですよね。こう出来事を恐れとして避けるのではなく、自分でそれを直視してそこから得られる恩恵やそこから学んだことやそれを経験できた自分っていうものを丸ごと受け止めて、なんか認められるって感じがしたので、これはめちゃくちゃ大きな成長だと思います。そして、最後にもう一枚引かせてください。オラクルカードね。まだ決着出てませんけどねって感じはするんですけどね、人間関係に関しては。ちょっとこれまた後で恋愛のところで見ますね。前々回とかからね、なんか楽しいことあるんですかっていうところからのこの流れなんで、何かあるんだろうなとは思いますけど、まだ決着が出てない感じがしますよ。はい、最後に引いたのがこのカードを見て何か感じることありますでしょうか。皆さんもぜひ自分の直感を使ってメッセージ受け取ってくださいね。はい、ヒーリングハートということで、やっぱり気持ち感情は十分に満たされるよとか癒されるよっていうのもあるし、決してね魚座さんの中でやっぱり誰かを愛する力だったりとか優しい気持ちは消えてないんだなって思いました。あるよって、自分の中に優しい気持ちや愛情を受け入れる気持ちや、また新しいロマンスも含め誰かとの愛情を受け入れることができるんだよって感じがしました。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。もし何かしら良かったよとか分かりましたという方はぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。今回もありがとうございました。またすぐにお会いしましょう。失礼します。